疲れ様です。ほのかです。2026年5月25日、月曜日、天気は晴れ。今日も私が誰かにおすすめしたいお得な話をお届けします。なんかさ、このお得な話っていうのが、私が結構、多趣味というか、多趣味だけど友達が少ないので、誰かにおすすめしたいと思ってもできないことがあるから、このね、ポッドキャストでおすすめしようかなと思って始めたんですけど、なんかもう本当に、やっぱ尽きるというか、もうなんか、日常の本当にくだらない話というか、本当にどうでもいい話をするポッドキャストになってる気がするんですけど、そういう感じでね、やっていきます。今日はですね、私自分で知ってるのまつげパーマ。見えるかわかんないけど。本当に、前まではまつげパーマサロンでやってもらってたんだけど、怖くなっちゃって。去年ぐらいかな。去年の夏ぐらいまで私、パニック障害みたいな、若干パニック障害みたいなになっちゃってて、なんかもう、目を閉じるとかができなくなっちゃったの。怖くて。動けないみたいな。電車とかも乗れなくなっちゃってって感じだったんだけど、それをね、克服したっちゃした。電車とかも乗れるようになったんだけど、やっぱ身動き取れないみたいなのが苦手すぎて、自分でやってます。でも全然なんか自分でやった方が早いし、っていう感じなので、興味ある人いたら、どっかで動画撮るかもしれないです。はい。で、なんか作業をしないとなと思って、なんか私がお気に入りの、カフェとおにぎり屋さんみたいなのが融合してるところがあって、おにぎりとおかずみたいな。で、私そこをよく行くのね。作業してる人とかも多いし、なんかコンセントとかさせたりしていいから行ってるんだけど、カフェで利用するか、飲み物と、なんかデザートとかお菓子とかを食べながらやるか、もう普通にご飯食べたいとき、おかずとお味噌汁とおにぎり買って買ってしてたんだけど、今日はなんかもうどっちも食べたかったの。しょっぱいものも食べたいし、甘いものもなんか食べたいなと思って、高菜明太子おにぎりと、レモンフローズンドリンクみたいなのをセットで頼みました。本当に気持ち悪いよね、多分。ちょっと恥ずかしかったんですけど、やっぱ自分のね、欲は通したいというか、欲に忠実にね、生きていきたいので、それを知ってきて今です。もうね、でも別に、ないです、今週も。特に話せる話というのがないし、呪術廻戦しか見てない。あと今日はスピリチュアルの本を読みました。スピリチュアルを考えながら帰ってきました。で、今日もね、今日とてお悩み相談をしていきたいと思います。もう5月、でもなんかあんまり今年、どうなんだろう。5月病になってる人いるのかな。私は、なって、抜け出しがけなんだっけわかんなくなっちゃった。ゲシュタルト崩壊しちゃった。なんですけど、悩んでる人も多いと思うので、答えたいと思います。のかのお悩み相談、絶対解決。はい。ペンネーム、継続は力なり。私へのお悩み相談。お金についての将来の不安はありますか？ある場合はどのように対策していますか？ない場合は不安がある人に対しての助言をお願いします。私はフリーターで働いており、ボーナスや退職金はありません。老後の不安やいずれ来る親の介護、病気や怪我をした時の対応など、金銭的な悩みがあります。ほのかさんのお金についての考えを教えてください。動画投稿してます。無理せず頑張ってください。ありがとう。お金に関しては、正直、全然考えてません。っていうか、執着してないっていう感じ。ですけど、
好きです。お金のことは愛しています、もちろん。なんか私裏でさ、こう、なんだ、恥ずかしいからってこう、悪口言うみたいなの嫌いだから。なんか、親がさ、いや、うちの娘なんて全然ブサイクですよとかさ、言うのとか、なんかその、彼氏が彼女とか嫁さんのことをさ、いや、うちの嫁なんて全然もう、とか言うの嫌だから、まあ私愛してます、ちゃんとお金のことは。お金大好き。全然、なんか口座の数字がね、こう、ブルルルって増える瞬間とか、こう、お札、1万円札持ってる時とか嬉しい。はい、ちゃんと好きなんですけど、でも多分普通の人より、まあ、よく言ったら執着してない。けど悪く言ったら、まあ、だらしないのかもしれない。はい。ですね。でもなんでかっていうと、まあちょっと本当に別にこれ参考にしてほしいとかじゃないし、助言くださいって言ってるんですけど、助言というよりは、なんか、まあ私の考えなんですけど、お金持ちになる予定なんですよ、私。はい。なんかもう自分の中で確定してて、もう、全然10年後とかには、もう貯金1億と、まあ、億あるだろうな、みたいな風に思って生きてるから、なんか全然不安じゃないですよね。だってさ、みんなもさ、例えば、本当にごめんね、なんかスピみたいな話しててあれなんですけど、10年後1億入ってくるって思ったら別に不安ないじゃん。そういう感じで、なんか私、お金持ちになるって思ってるから、なんか、まあその不安じゃないっていうのと、あと別に私はお金の、なんだろう、その、お金の札持ってる好きって言ったけど、別に、福沢諭吉ファンでもないし、もう今違う人だっけ、その、なんだ、推しとかでもないから、その紙を見たところで別に興奮しないんですよ、私は。その紙が好きなわけでもないし、なんだ、口座の数字とかが増えるのも別に、数字フェチでもないし、やっぱそのお札があれば、1万円があれば、その1万円で何かができるっていうので、ワクワクするわけじゃん ?1 万円札見てる瞬間とかさ、その口座の数字が増える瞬間とかもさ、なんか、やっぱそのお金で何かができるっていう。1万円だったら、ハーブスのケーキ10個買えるなとか、そういうのをこうワクワクして想像できるから、まあ嬉しいわけじゃないですか。だから本当に、別にお金っていうもの自体、っていうよりは正直なところ、まあ、このお金で何かができるなっていうので私はお金が好きなので、なんか、それができなかったら、それさえも、そういう好きなこととか、ワクワクするようなことさえも、捨ててまでお金に執着したくないなっていう感じ。なんか、それさえも、そういう自分の欲しいものとかやりたいことさえも、捨ててというか、それさえもしないまま、ただただその不安、なんかもう老後の不安とか、なんか、親の介護の妄想とか、もう大災害とか、病気とか怪我をしたことの妄想ばっかのために毎日生きて、そのためにお金、そのためにって生きてたらさ、なんかもう本当に何のために生きてるのみたいな。私結構それを考えちゃいがちなんですよ、人生において。もうアンパンマン構文、何のために生まれて何を教えて生きるのかってずっと考えてるんですね。ほんと病んでるって思われるかもしれないんですけど、なんか私の中でそれが一番大事なの。だから、なんだろう、まあ別にそういう大それたことじゃなくても、まあ、私は歌うこととか、スイーツとかが好きだから、そういう、もっともっと美味しいスイーツ食べてみたい。まあ毎日は食べられないけど、ちょっと高級なスイーツ食べてみたいとか、まあ、誰か大切な人を喜ばせたいっていうのにもお金は必要じゃん。そういうのには使いたいって思うけど、なんかその、毎日、そういう老後のこととかね、負のことばっかり考えて生きるのは、私は本当に嫌だ。もう病んじゃう、逆にそんなことしてたら。って思うから、お金は使っちゃうからなくなります。はい、当たり前に。だし、なんか私にとって、さっき言った幸せ、まあ自分の好きなこととか、まあ大切な人を喜ばせるためとか、それと同じぐらい大事なことって、なんか私は自分が成長することって言ったらいいのかな。なんか自分がもっと良くなることが一番幸せなのね。なんか嬉しいって思うの。そういう瞬間に私は、
嬉しいとか幸せって思うんだなってやっぱ年々思うんだけど、逆にその自分が前よりも悪くなったなとか停滞してるなとか、なんか自分がすごい嫌な感情で溢れてるなっていうか、その不快というか、本当にもう嫌だみたいな感情に溢れてる瞬間が一番辛くて苦痛なの。だから私は成長することにお金を結構使う。だって何においても成長してどんどん良くなれば必然的にもらえるお金は増えるわけじゃん。まあ自由な仕事ならなおさらだけど、別にどっかの会社に所属しててもそうだし、フリーターだとしても、例えば資格取るとか何か技術を身につけるとか SNS やってみるとか、そういうことでどんどんそこに最初はお金がかかってもどんどん成長していければもらえるお金は増えていくわけじゃん。私はそういうことに、一番それにお金を使っちゃうかもしれない。技術的なんか内面的な成長もそうだし、外見、前も言ったけどどんどん可愛いを更新したいとか思うから、そういう美容にもお金使いたいし、あとはなんか体験とか経験とかにもお金使いたいって思う。あとスピ女なんで普通になんか去年も全然お金ないくせに東村山から引っ越したいなと思って、やっぱ飽き性なんでね、なんかもう東村山大好きだったけど、ずっとここにいたらなんか新しい感情を知ることもなく、なんか心が病んできそうだなって思ったからなんて言うんだろう、なんかもうちょっと私は新しいことしたいって思ったから、新しい感情を知りたいと思って引っ越しました。お金ないくせに。で本当にお金なかったです、その時。マジでお金がなかった、引っ越した後。だけど引っ越してよかったってめっちゃ思う。私大体住んだとこ好きになっちゃうんだけど、今のところもめっちゃいい。なんかいろんなカフェとかやっぱ便利になったし交通の便も。だから引っ越してよかったなって思ってるし、なんか価値観っていうか気持ちも引っ越しとかするとやっぱ気持ちって切り替わるじゃん。それも良かったなって思うから、そういうのにお金を使いますから、ないです、本当に常にお金が。なんですけど、さすがにちょっと貯めないとなっていうか、使いつつ貯めないとなとは思っています。はい。なんですけど、やっぱりただただそういう不安というか、将来の不安のことばっかり、その時のためにそれをずっと毎日妄想して、生きていくためにお金稼がないとってなってると、あっという間に時間は過ぎてっちゃうと思うし、今の話聞いたらさ、若干アリとキリギリスで言ったらさ、私はキリギリスの方、アリはコツコツ頑張って働いて、キリギリスは楽をしてというかずっと毎日遊びほうけてたから、後でアリがなんか冬を乗り越えられたけどキリギリスは死んじゃったみたいな童話あるじゃん。なんかあれで言ったら私がキリギリスに見えるかもしれないんだけど、私の中ではなんか今の自分のしてることが私にとってありなのね。なんでかっていうと、自分がただただ生きるためにお金を稼ぐっていうのが嫌だっていうのもあるけど、本当にそれが嫌だっていうのもあるけど、やっぱりさ、何かを手放さないと何かを得ることができないって言葉あるじゃん。私めっちゃあれ本当にそうだって思うのね。それで言ったら私はお金がないっていうので、たまに不安になる、もちろん。どうしようみたいな。だけどその代わりにやりたいことはやれてるし、だからその不安と引き換えに自分の好きなこととかやりたいことができるわけじゃん。だけど逆で言えば、お金をコツコツ使わずに貯めていけばお金は貯まるけど、安心を手に入れる代わりに自分の好きなこととかやりたいこととかができなくて、心がどんどん死んでってしまうみたいなことがあるわけじゃん。だからどっちも何かを得るためには何かを失わないといけないっていうのはそうなんだけど、ただただその不安のためにお金を稼いで、たまに浪費して飲みとか遊びとかでお金使ってってなるのを繰り返して何年も経つよりは、自分が成長して最初はお金がなくてもそれによって入る収入困らないぐらいにお金が使えて、それよりももっとお金が稼げるようになるっていうのを私は目標にしてるから、逆に
なんかそういう道を選んで生きてはないっていう感じですね。はい。まあそういう自分が本当に社会に向いてないって自分ではすごい思うからっていうのもあるけど、私が多分社会で生きてたら、てか普通だったら多分お金毎日出社して、まあそういう老後とかの不安もあるからお金貯金して、で週末はまあ友達とか彼氏とかと一緒に遊んでご飯食べてとかなるわけじゃん。なんか私はそれがすごく意味ないって言ったら本当に私が冷めてる人間になるんだけど、なんかそういう風に思っちゃうというか、バイトしてた時もなんか私一時期その結構明るくしたりして、まあ友達のグループとかグループとかでまあそういう飲みとかさあるわけじゃん。誘われて行ったりして何回か行ったりしたけど、何の時間なんだろうとかすごい思っちゃってなんか悪口ずっとその社員とかの悪口を聞くみたいな。でも多分みんなそういうもんじゃん。そういう愚痴の場じゃん。私も言いたい時あるけど、ずっとそれを何時間も続けるってこういうのの繰り返しなんだろうなとか思っちゃって、一人でこうみんなが笑ってる中、それがやっぱ向いてないなって自分で思って、だったら別に孤独はつきものだとは思うけど、なんか将来の自分に期待してやりたいことのためにお金を使ってっていうことに私は今そういう生活を選んでますが、まあ何が正解とかないからね。私こういう話ってさ、本当にさ上がった人が言うべきじゃん。大体そうじゃん。そういう人のが説得力あるじゃん。なんかもう、まあ、SNS ですごくバズった人とか、まあすごい起業して大成功した人とか、なんかお店開いてすごい繁盛してる人とか、まあすごい芸能で成り上がった人とか、そういうもうで貯金も何千万とか貯金貯蓄で何億とかありますとかいう人が言ったらめちゃくちゃ説得力あると思うんですけど、まあ私みたいにね、こう全然お金も貯金もないですみたいな人が言ってるのもまあある意味リアルじゃないですか。はい、リアルにそれが生きてる人なのでだし、まあこのポッドキャストをね、いつまでやるかわかんないんですけど、まあ、何十年って言ったら嘘。何年後かとかに聞き返してくれてる人とかが、まあ、勇気をもらえるような存在になれてたらなーっていう野望があります。はい、私には。てか私はなんか本当にそうだからというか、なんかやっぱり不安になることとかあるんですけど、まあそういう今、偉人というか今活躍してる人たちの過去のラジオとかインタビュー見たりとかエッセイ読んだりとかして、ああまあこういう人たちも私と同じ感覚の時があったんだまあ変わっちゃったとは思ってないけど、なんか本当に同じようにお金なかったりする時もあったんだとか、私そういうので日々支えられてるからだからそうなれるように、有言実行できるように、まあ、頑張らないとなっていう感じではありますね。はい。まああとはなんか本当に私なんか中高ぐらいの時からやっぱ高校生か進路選択とかなるとやっぱ将来のこと考えないといけないわけじゃん。嫌でももうなんかずっと嫌だったの、その社会の歯車になることがただただもう毎日心殺して、私にとってはそう別にずっとどっかに所属してコミュニティでうまくいく人もいると思うんだけど、私の場合は絶対そうじゃないって思ってたから本当に嫌だ、もう怖いそんな毎日お金のために生きていくなんてっていうのがあって嫌で今なので一回も正社員は経験してないし絶対したくない、この川崎って思ってるから、なんかなんとかして生きていこうっていう感じですね。私なんとかなるって思ってる。なんかその最悪な状況ってさ、なんとかしないとって思う、なんとかしないといけないわけじゃん。その時の自分がなんとかしてくれるとも思うし、その大災害とかもう地球滅亡ぐらいになったらさ、もう別にその時に、まあ別にもともとそういう願望もないけど別にジェット機買おうとかならないわけじゃん、大金持ってたとして。別にその日を生きることに精一杯なわけだから、その時はその時で考えるとして、なんかお金に限らずだけど、私もまあ先のことばっか考えて不安になっちゃってた時期もあったから、その時になんか本とかなんか読んで思ったのが、やっぱ今を生きるが結局全てなんだろうなって思う。なんか
マリオとかさ、そういうゲームのステージでさ、こう、なんだろう、目の前にいっぱいノコノコとかがこう、いるわけじゃん。カメとかノコノコがいるけど、ラスボスがもうちょっと先の、クッパが城で待ってる、どうしよう、不安と思って、もうすぐクッパ来ると思ってたらさ、そのノコノコに当たったらもうすぐ死んじゃうわけじゃん。コテって。だけど、そういう先のことばっか考えずに、そのもうノコノコとかクリボーとか、もう全部こう、目の前の敵をどんどん倒してって、で、いざクッパ目の前にやられたと思っても、こうやってやっちゃえば、なんとか次のステージに進めるわけじゃん。だから先のことばっか考えてると、目の前のことつまずいちゃったり、一生なんか空回りというか、私もそうなっちゃいがちだから、なんかそういう風に考えるようにしてる。今の問題というか、やんないといけないことしか考えない方が絶対いいし、その方が効率も上がるし、今楽しければ、それでいい。って思う。キリギリス的な考えだけど、なんて言うんだろう。それはただただ浪費に使うことを今は楽しいじゃなくて、それが楽しい人はそれでもいいと思うんだけど、私にとってはそういう、自分が成長することとかが、結局私は嬉しいんだなって思ったから、そういうことにお金使いたいって思ったし、っていう感じです。こういうさ、大事な話というかさ、私が伝えたいことを伝えきれてるのかなとか、思っちゃうんですけど。語りすぎてもね、あれなんで、はい。なんでフリーターやってるかわからないけど、多分私と同じようなタイプってことでしょ、きっと。普通に正社員として働くのは無理だし、でもお金のために。私ももう別にお金を、生活の分は稼がないといけないし、やりたいことのために使うお金も稼がないといけないから、もうそれに関してはもうね、はい。頑張ってお金は稼がないといけませんが、でも、フリーターなんだったら、大金はもらえない代わりに時間があると思うから、本当にその時間に将来の不安とかばっか妄想してないで、何だったら投資価値があるんだろうっていうか、っていう風なことを考えてみるのに使ったらいいんじゃないでしょうか。わかんない。私も難しいよね。でも今って本当に副業とかさ、そういうのがどんどん増えてるわけじゃん。個人で仕事してる人とか。探せばいっぱいあると思うし、私も YouTube も正直全然もらえてないです、お金に関しては。正直 YouTuber なんてさ、10万人規模ぐらいまでいかないと不自由なくお金使えるぐらいまで、それだけ YouTube 一本で稼ぐってなったら、もう10万人規模ぐらいじゃないと本当に無理だと思うから、本当に、もう自分の好きなことやるっていうのと、それが将来の自分につながると信じてやってるだけ。だって歌のカバー動画とかもさ、機材も全部自分で買ったし、カメラとかもそうだし、ミックスも私はできないから、頼んでるんだけど、それも、安いとは思うけど、1回で1万かかるし、で、歌ってみたなんて収益化できないから、0円だから、本当に、自分のやりたいこととか夢のために、でしかやってないから、だからさ、歌ってみたとかさ、頑張って撮ったりしても、私が一番やりたいことだから、音楽が。なんだけど他のさ、彼氏できたことないとか動画が伸びるような世の中じゃないですか。ね、悲しくなっちゃうんですけど、そういう歌の動画とかに関しては。だけど、でもそういうのも、私のことを本当に応援してくれてる人がいるんだったらそういう人に届けばいいなとか、数年後とか、ちょっと時間が経った後でも聞き返してくれたらなとか、それでになればなとか、私のことちょっと好きになってくれたらなとか、そういうので思ってやってます。っていう感じです。はい。何にせよね、私が証明できないと何の意味もないと思うので、結局結果が全てですからね、この世の中。っていう感じですが、私も気楽に正直生きてます。本当に1、2年前とかまではもう絶対売れてやんないとか思ってたけど、そればっか考えてても、やっぱスピがもうここ数年で私すごいもういろいろ調べすぎてさ、やっぱ、幸せだと思って生きないと意味ないなっていうことに気づいたので、
まあ肩に力を入れず、皆さんも、はい。まあ、ゆるく続けることが正義だと思いますので、好きなことに関しては。私、まあ別に好きなことじゃなくても、やりたくなければなんだろう、本当に死ぬほど嫌だっていうことを続ける方が私は、本当に良くないと思うから、嫌じゃないこと、好きなことじゃなくてもいいから、自分が続けてても不快じゃないこと。まあちょっと楽しみだなぐらいのこと。とかまあ逆に言えば自分の得意なこと。時間はかかっても、そこに投資をするっていうのはいいのではないでしょうか。って私は思います。別に貯金をした方がいいと思います。はい。貯金はした方がいい、絶対に。困りますから、普通にお金ないと。はい。心ギュッてなりますから。なので、貯金はした方がいいと思います。はい。私も頑張ります。じゃあ、まあ、今週ののかのおすすめは、お金を使って貯金しろでした。じゃあ、来週も聞いてね。今週1週間も、まあ雨が増えると思うんですけど、無理せず、頑張ろうね何の拍手。バイバイ、またね